レッスン1、普段どのレストランに行きますか？アンナ、あなたはいつもどのレストランに行きますか？地元のイタリアンレストランによく行きます。ああ、私はイタリア料理が大好きです。そこではどんな料理が好き？私は彼らのスパゲッティカルボナーラを本当に楽しんでいます。美味しそう。いつかやってみないと。間違いない。あなたも楽しんでいただけると思います。メキシコ料理で一番好きなレストランはどれですか？ダウンタウンに私が本当に好きなメキシカンレストランがあります。そこで試すのに最適な料理は何ですか？彼らのエンチラーダは素晴らしいです。私が訪れたら必ず注文します。素晴らしい選択です。がっかりすることはないでしょう。おすすめの寿司屋はありますか？はい、モールの近くによく行く寿司屋があります。そこで頼りになる巻き寿司は何ですか？私は彼らのスパイシーなマグロロールが大好きです。本当に風味豊かです。ぜひ試したいアイテムのリストに追加します。後悔はしないでしょう。それは群衆を喜ばせるものだ。気になるんだけど、普段、中華料理はどこに行ってるの？近所によく行く中華料理店がある。その中でおすすめの料理はありますか？彼らの総将軍のチキンはいつも大人げです。やってみないと。私は中華料理が大好きだ。これは素晴らしい選択です。味は素晴らしいです。お気に入りのレストランを共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン、あなたも楽しんでいただければ幸いです。あなたの推薦に感謝します。近々、フードアドベンチャーを計画しましょ絶対に。私はいつも新しい場所に挑戦したいと思っています。う。計画のように聞こえます。一緒に美味しい料理を探りましょ楽しみにしてるよ、ジョン。美味しい旅になるよ。素晴らしい一日を、アンナ。レッスンに、どんな食べ物が好きですか？アンナ、どんな食べ物が好きですか？いろいろな料理を楽しんでいますが、イタリア料理も大好きです。イタリア料理は美味しい。好きなイタリア料理は何ですか？ピザマルゲリータが大好きです。ピザマルゲリータはクラシックで風味豊かです。私も大好きです。あなたはどう、ジョン？どんな食べ物が好きですか？私はメキシコ料理のファンです。味は鮮やかです。ああ、私もメキシコ料理が大好きです。好きな料理は何？よくできたチキンファヒータのプレートには抵抗できません。美味しそうですね。いつかやってみないと。アンナ、アジア料理についてどう思いますか？アジア料理も好きです。とても多様です。特に印象に残っているアジア料理はありますか？私は巻き寿司、特にカリフォルニアロールが大好きです。巻き寿司は素晴らしいです。他の種類も食べたことがありますか？はい、スパイシーなマグロロールとサーモンロールも試しました。それらは美味しい選択肢です。今、お腹が空いてきた。私も。
食べ物の話をすると、いつも食べたくなる。アンナ、好きなデザートはありますか？私はチョコレートケーキのファンです。それが私の弱点です。チョコレートケーキは定番です。抵抗するのは難しいです。あなたはどう、ジョン？好きなデザートは？私はチーズケーキが甘党だ。天国だよ。チーズケーキは楽しいです。気に入ったからといってあなたを責めることはできない。食べ物は人々を結びつけ、思い出に残るひとときを演出します。それは本当です。食事を分かち合うのは素晴らしい経験だ。すぐにフードアドベンチャーを計画して、新しい料理を試してみるべきです。覚悟はできてる。味覚を探検して満足させましょう。素晴らしい料理の旅になるよ。良い一日を、アンナ。あなたもよ、ジョン。食事を楽しんで、気をつけて。ありがとう、アナ。次回まで、ボナペティ。さようなら、ジョン。フードアドベンチャーを楽しみにしています。教訓さん、レストランのサービスは良いですか？アンナ、レストランのサービスは良いですか？はい、サービスは通常素晴らしいです。それは嬉しいですね。迅速なサービスで食事が楽しくなります。絶対に。フレンドリーで気配りのあるスタッフが体験を向上させます。サービスの悪いレストランに行ったことはありますか？はい、2、3回。イライラすることがあります。どのような要因があなたにとってサービスを際立たせますか？サーバーが知識が豊富で積極的であるのはありがたいことです。それは重要です。それは彼らが顧客を気にかけていることを示しています。間違いなく。良いサービスは食事体験の成否を左右します。良いサービスを受けるためのコツはありますか？礼儀正しく忍耐強くいることは大いに役立ちます。これは双方向のやりとりです。私も同感です。敬意と理解はポジティブな雰囲気を作り出します。最近、何か特別なサービスに出会ったことはありますか？はい、店員さんのやりがいのあるレストランに行きました。それは素晴らしいです。印象に残ります。感謝の気持ちを伝えるために惜しみないチップを必ず残しておきました。それはいいジェスチャーだ。それは彼らの努力を認めている。あなたはどう、アンナ？良いサービスに対してチップを払うの？はい。素晴らしいサービスには惜しみないチップを渡すことが大切だと考えています。感謝の気持ちを示し、スタッフをサポートする方法です。絶対に。彼らは私たちの食事体験を楽しいものにするために一生懸命働良いいています。サービスに出会ったときは、これからも感謝していきましょ同意した。レストラン業界のポジティブな環境を促進します。これについて議論してくれてありがとう、アンナ。これは重要なトピックです。どういたしまして、ジョン。その話ができて嬉しいよ。素晴らしい一日を、アンナ。次のダイニング体験をお楽しみください。あなたもよ、ジョン。気をつけて食事を味わってください。レッスン4、あなたはファーストフードの大ファンですか？アンナ、あなたはファーストフードの大ファンですか？そうでもありません。私はより健康的なオプションを好みます。
それは理解できます。ファーストフードはとても贅沢なものです。あなたはどう、ジョン？ファーストフードは好きですか？時々、ハンバーガーやフライドポテトにふけることもあります。時々自分にご褒美をあげても大丈夫です。確かに、ファーストフードに関しては節度が重要です。特に好きなファーストフードチェーンはありますか？人気のファーストフードチェーンでハンバーガーを楽しんでいます。ああ、なるほど。美味しいオプションもありますよ。アンナ、お気に入りのファーストフードはありますか？選ぶとしたら、チキンラップが好きだと思います。チキンラップは、ハンバーガーに比べて健康的な選択肢です。絶対に。バランスを見つけ、賢い選択をすることがすべてです。いろいろな国のファーストフードを食べたことがありますか？はい、世界の様々な場所でファーストフードを食べたことがあります。それは面白い。地元のファーストフードと比べてどうですか？内容は様々ですが、国際色豊かなファーストフードの中には、ユニークで美味しいものも様あり々なます。料理を試すのはいつも冒険です。それは間違いなく私たちの料理体験を広げてくれます。ファーストフードをより健康的にするためのヒントはありますか？揚げ物の代わりにグリルオプションを選び、サラダを選びます。素晴らしいアドバイスです。可能な限り、より健康的な選択をすることが重要です。絶対に。私たちの健康は常に優先されるべきです。アンナ、あなたの考えを共有してくれてありがとう。どういたしまして、ジョン、そのことについてあなたと話し合うことができて嬉しかったです。素晴らしい一日を過ごし、ファーストフードであろうとなかろうと、食事を楽しんでください。あなたもよ、ジョン、気をつけて、注意して食べ物を選んでください。次回まで、アナ。健康で幸せに過ごしてください。さようなら、ジョン。元気を出して、料理の冒険を楽しんでください。レッスン後、どのくらいの頻度で本を読みますか？アンナ、どれくらいの頻度で本を読みますか？ほんの数分でも、毎日読むようにしています。それは素晴らしいです。読書は素晴らしい習慣になりうる。あなたはどう、ジョン？どれくらいの頻度で本を読みますか？私は自由時間があるときはいつでも本を読みます。大抵は週に数回です。忙しい生活の中で読書をする時間を作るのはいいことだ。絶対に。リラックスして知識を広げるのに役立ちます。ジョン、どんなジャンルの本が好きですか？私はサイエンスフィクションとファンタジー小説のファンです。これらのジャンルは、あなたを様々な世界に連れて行ってくれます。確かに。私は彼らが提供する想像力豊かな物語が大好きです。そのジャンルで好きな作家はいますか？ J.R.R. トールキンは私のお気に入りの一人です。彼の作品は古典です。君がそれらを楽しんでいる理由がわかるよ。あなたはどう、アンナ？どのジャンルが好きですか？私はミステリーやスリラー小説に惹かれる傾向があります。ミステリー小説は非常に魅力的で、あなたを驚かせることができます。はい、彼らはいつも私を最後まで夢中にさせます。そのジャンルで好きな作家はいますか？アガサ・クリスティはミステリーの達人です。私は彼女の本が大好きです。アガサ・クリスティのミステリーは時代を超越し、魅惑的です。
ジョン、どうやって読む本を選ぶの？友達からの推薦に頼ったり、ベストセラーのリストを閲覧したりすることがよくあります。おすすめは、隠れた宝石を発見することにつながります。絶対に。新しい作家やジャンルを探求するのに最適な方法です。ジョン、紙の本と電子書籍のどちらが好きですか？私はどちらも好きですが、触覚体験では物理的な本に傾いています。それは理解できます。本を持つことには何か特別なことがある。確かに、本の香りと感触はかけがえのないものです。さて、読書を楽しんでね、ジョン。次の本を楽しんでください。ありがとう、アナ。あなたも同じです。それらのページをめくり続けてください。さようなら、ジョン。気をつけて、新しい文学の冒険に飛び込んでください。さらば、アナ。読書の旅がワクワクでいっぱいになりますように。レッスン6、旅行に行くときはいつも本を持ってきますか？アンナ、旅行するときはいつも本を持ってきますか？はい、私はいつも本を必ず持っています。それは旅行中の時間を過ごすのに最適な方法です。それは私を楽しませ、夢中にさせてくれます。旅行にはどんな本を持っていきますか？私は大抵フィクションとノンフィクションの本を混ぜて持ってきます。外出先で持っておくと良い品種です。あなたはどう、ジョン？旅行するときは本を持ってきますか？はい、バッグに本を1冊か2冊入れるのが好きです。ダウンタイム中に何か読むものがあるのはいいことです。絶対に。リラックスして旅を楽しむのに役立ちます。旅行には紙の本と電子書籍のどちらが好きですか？普段は便宜上、タブレットで電子書籍を持参しています。電子書籍は便利で場所を取りません。さらに、一つのデバイスで複数の本を保存できます。それは本当です。荷物の重量を大幅に減らすことができます。旅行中に隠された宝石を発見したことがありますか？はい、地元の書店で面白い本に出くわしました。これは、様々な作家を探求する素晴らしい方法です。旅行体験に特別な雰囲気を加えます。旅行中の読書のコツはありますか？ブックマークを持参して、本を損傷から保護してください。良いアドバイスです。本を大切にすることは大切だ。また、フライト中や長時間の電車に乗っている時にも読書を心がけましょう。旅がより楽しくなり、あっという間に時間が過ぎます。確かに、読書はあなたを様々な世界に連れて行ってくれます。さて、幸せな旅と幸せな読書、アンナ。ありがとう、ジョン。あなたも同じです。安全な旅行と楽しい読書。気をつけて、アンナ。文学の冒険を楽しんでください。さようなら、ジョン。それではまた次回まで。どこに行ってもハッピーリーディング。レッスン7、これまでにいくつの国を訪れたことがありますか？アンナ、あなたはいくつの国を訪れましたか？私はこれまでに10カ国に行ったことがあります。それは印象的です。どの国に行ったことがありますか？アメリカ、カナダ、メキシコ、フランス、イタリア、ドイツ、日本、タイ、オーストラリア、ブラジルに行ったことがあります。うわぁ、
あなたはいくつかの素晴らしい場所に旅行しました。異文化を探求することは素晴らしい経験でした。特に印象に残っている国はありますか？日本は私に強い印象を残しました。文化と人々は素晴らしかった。ずっと日本に行きたいと思っていました。それは私の旅行バケットリストに載っています。絶対に行くべきです。ユニークで美しい国だ。あなたはどう、ジョン？いくつの国に行ったことがありますか？これまでに8カ国に行ったことがあります。それは素晴らしい。どの国に行ったことがありますか？アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、ギリシャ、タイ、シンガポール、南アフリカに行ったことがあります。かなりの数の大陸をカバーしてきましたね。それは驚くべきことです。私は幸運にも旅行する機会に恵まれた。旅行で一番好きな思い出はありますか？オーストラリアのグレートバリアリーフでのシュノーケリングは忘れられないものでした。それは信じられないですね。水中の世界は素晴らしかったに違いありません。まるで別の宇宙に入ったようでした。本当に息を飲むほどです。ウィッシュリストにまだ残っている旅行先はありますか？アイスランドに行って、その素晴らしい風景を探検したいです。アイスランドはその自然の美しさで知られています。君が行けるといいんだが。ありがとう、ジョン。指を交差させておくよ。旅は視野を広げ、生涯の思い出を作ります。それは本当です。世界のさまざまな地域を体験できて光栄です。アンナ、あなたの旅行体験を共有してくれてありがとう。どういたしまして、ジョン。その話をするのは楽しかったよ。素晴らしい一日を、アンナ。幸せな旅と新しい冒険。あなたもよ、ジョン。気をつけて、これからの旅を楽しんでください。さようなら、アンナ。次回まで。安全な旅と素晴らしい体験。さようなら、ジョン。好奇心を持ち続け、探検を続けてください。レッスン8、あなたの親友は誰ですか？アンナ、あなたの親友は誰ですか？私の親友はサラです。私たちは子供の頃から友達です。それは素晴らしいです。長続きする友情は特別だ。はい、サラはいつも私のそばにいてくれました。二人はどのようにして親友になりましたか？小学生の時に出会い、すぐにクリックしました。人生にそのような友達がいるのは素晴らしいことです。絶対に。私たちはたくさんの思い出を一緒に共有してきました。親友のどんな資質を高く評価しますか？信頼、忠誠心、ユーモアのセンスは私にとって重要です。これらは間違いなく強い友情の鍵となる資質です。あなたはどう、ジョン？あなたの親友は誰ですか？私の親友はマイクです。私たちは大学時代からお互いを知っている。生涯にわたる友情は貴重です。確かに、マイクはいつも私にとって兄弟のようでした。あなたのことをよく理解してくれる人がいるのは素晴らしいことです。絶対に。私たちは一緒に厚くも薄くも乗り越えてきた。あなたとあなたの親友はどんなアクティビティを楽しんでいますか？
私たちはバスケットボールをしたり、ハイキング旅行に行ったりするのが大好きです。趣味を共有することで、絆がさらに強くなります。また、映画を見たり、新しいレストランを試したりすることも楽しんでいます。それはとても楽しそうですね。一緒に探検する友達は、一緒にいてください。そうだね、アンナ。経験を共有することで、心に残る思い出が生まれます。あなたとマイクが何か意見の相違があったことはありますか？もちろん、浮き沈みのない友情はありません。紛争の解決は、健全な友情を維持することの一部です。そのような状況では、コミュニケーションと理解が鍵となります。それは本当です。オープンで正直な会話が重要です。マイクが私の親友でいてくれて感謝しています。友情を大切にしなさい、ジョン。本当の友達を見つけるのは難しい。そうするようアンナ思い出させてくれてありがとう。どういたしまして、ジョン。友情は祝う価値がある。素晴らしい一日をアンナ。さらによろしく伝えてください。あなたもよ、ジョン。気をつけてマイクによろしく伝えてください。さようなら、アンナ。次回まで。親友との時間を楽しんでください。さようなら、ジョン。親友の近くにいて、絆を大切にしなさい。レッスン9時1分。ひと旅とガイド付きツアーのどちらが好きですか？アンナ、一人で旅行するのが好きですか？それともガイド付きツアーに行くのが好きですか？私はどちらも好きですが、一人旅に傾いています。一人旅のどんなところが好きですか？自分のペースで自由に探索できます。それは本当です。一人旅はより柔軟に旅行できます。ジョン、一人で旅行したことはある？はい、以前に数回一人旅をしたことがあります。あなたの経験はどのようなものでしたか？自分で全ての決断を下し、新しい場所を発見できたのは自由でした。一人旅で孤独を感じたことはありますか？時々ですが、途中で面白い人に会ったこともあります。それが一人旅の特典の一つで、新しいつながりが生まれます。ガイド付きツアーについてはどうですか？試したことはありますか？はい、私もいくつかのガイド付きツアーに参加しました。ガイド付きツアーのどんなところが好きですか？彼らは貴重な洞察と地元の専門知識を提供します。それは本当です。ガイド付きツアーでは、目的地をより深く理解することができます。でも時々、自分で自由に探検したいと思うこともあります。独自の旅程を柔軟に作成できるのは素晴らしいことです。まさに、自発的な発見を可能にします。ガイド付きツアーのデメリットはありますか？時々、旅程が急いだり、制限されたりすることがあります。私も同感です。自分の旅行スタイルに合ったバランスを見つけることが大切です。ガイド付きツアーで思い出に残っていることはありますか？はい、知識豊富なガイドから興味深い事実や話を学びました。それが、専門家から学ぶガイド付きツアーの利点の一つです。全体的に、一人旅やグループ旅行のオプションがあるのは素晴らしいことです。絶対に。行き先や個人の好みによります。
一人旅を考えている人に何かアドバイスはありますか？目的地を調べて、周囲の状況を常に把握し、新しい体験を取り入れてください。これらはソロアドベンチャーを成功させるための貴重なヒントです。また、ガイド付きツアーの場合は、興味に合ったツアーを選択してください。これは楽しく豊かな体験をするために重要です。一人旅でもガイド付きツアーでも、旅が喜びと発見に満ちていますように。ありがとう、アナ。あなたも同じです。どちらを選んでも幸せな旅を。気をつけて、ジョンこれからの冒険を楽しんでください。さようなら、アンナ。次回まで。安全な旅と素晴らしい体験があなたを待っています。さようなら、ジョン。好奇心を持ち続け、探検を続けてください。レッスン10、Facebook をどのくらい使用していますか？アンナ、Facebook をどのくらい使っていますか？私は約7年間 Facebook を使っています。それはかなり長い時間です。最初に使い始めたきっかけを教えてください。大学時代に Facebook に登録しました。大学生に人気のプラットフォームです。はい、友達とのつながりを保つのに最適な方法でした。Facebook はつながりを保つのに有益だと思いましたか？間違いなく。世界の様々な地域の友達と連絡を取り合うのに役立ちました。それがソーシャルメディアの利点の一つです。ジョン、あなたも長い間 Facebook を使っていますか？ Facebook を始めて約5年になります。それが私たちの生活の中でどれほど大きな部分を占めるようになったかは興味深いことです。コミュニケーションの優れたプラットフォームとなっています。Facebook は主に個人的または職業的な目的で使用していますか？個人的な目的で友達とつながったり、最新情報を共有したりするためにより多く使用しています。私も主にそのように使っています。Facebook の使用をやめたことはありますか？はい、ソーシャルメディアからの脱却が必要な時がありました。時には圧倒されることもあります。まさに、しばらく接続を切断するとリフレッシュできます。ここ数年、Facebook の変化やトレンドに気づきましたか？はい、プラットフォームには新機能が導入され、設計が変更されました。ユーザーのニーズに合わせて常に進化しています。Facebook で思い出に残る体験をしたことはありますか？昔の友達と再会したり、Facebook でイベントについて知ったりしました。新しい機会を発見するのに最適です。Facebook を効果的に使うためのヒントはありますか？プライバシー設定に注意し、個人情報を共有する前によく考えてください。これは私たちのオンラインプレゼンスを保護するための重要なリマインダーです。また、積極的な交流を行い、優しさを広めましょう。これは健全なオンラインコミュニティを維持するための素晴らしいアプローチです。さて、Facebook で長年つながり続けてきたことをお伝えします。乾杯、アンナ。私たちの Facebook 体験が引き続きポジティブでありますように。素晴らしい一日を、ジョン。Facebook やそれ以外の場所での時間を楽しんでください。あなたもよ、アンナ。気をつけて有意義なつながりを作りましょう。
さようなら、ジョン。それではまた次回まで。スクロールして接続してください。さようなら、アンナ接続を保ち、オンラインでの旅を楽しんでください。第11課交通事故に遭ったことはありますか？アンナ、交通事故に遭ったことある？はい、残念ながら、私は以前に交通事故に遭ったことがあります。それを聞いてごめんなさい。大丈夫？はい、ありがたいことに、軽微な事故で、重傷を負った人はいませんでした。それは安心です。事故は結構怖いものです。それは間違いなく恐ろしい経験でした。その事故はどうやって起こったのか。追突でした。後ろの車が間に合わなかった。それは予想外だったに違いありません。はい、突然起こりました。時間内に反応できなかった。警察や保険会社を巻き込む必要がありましたか？はい、警察に電話して報告したところ、保険会社が関与しました。事故の余波への対処は困難な場合があります。少し圧倒されましたが、保険手続きはスムーズに進みました。その事故は運転の自信に影響を与えましたか？自信を取り戻すには少し時間がかかりましたが、今はもっと慎重になっています。それは理解できます。安全は常に優先されるべきだ。絶対に。今は道路や他のドライバーに細心の注意を払っている。将来の事故を防ぐために何か変更を加えましたか？安全な追従距離を保ち、注意散漫にならないようにしています。これらは採用すべき良い習慣です。交通事故に遭ったことある？ジョン。幸いなことに、私はこれまで交通事故に遭っていません。それは素晴らしいです。道路では安全かつ慎重に行ってください。ありがとう、アナ。私はいつも交通安全を優先しています。すべての人の健康にとって非常に重要です。確かに。皆さんの安全な旅を願いましょう。絶対に。ジョン、気をつけて。道路では安全を確保して。あなたもよ、アンナ。安全を確保して、良い一日を過ごしてください。さようなら、ジョン。それではまた次回まで。安全な旅行と事故のない旅。さようなら、アンナ警戒を怠らず、責任を持って運転してください。教訓12、交通事故による怪我は保険でカバーされましたか？アンナ、交通事故の怪我は保険でカバーされたの？はい、私の保険は私の怪我をカバーしてくれました。それは聞いてよかった。保険は困難な時期に経済的支援を提供することができます。絶対に。医療費と治療に役立ちました。保険会社に請求する必要がありましたか？はい、請求を提出し、事故と怪我の書類を提出する必要がありました。プロセスはスムーズで分かりやすかったですか？全体的には比較的スムーズなプロセスでしたが、ある程度の事務処理とコミュニケーションが必要でした。自己負担費用はありましたか？それとも怪我を保険で完全にカバーしましたか？自己負担費用もありましたが、そのほとんどは保険でカバーされていました。
万が一の事故に備えて、セーフティネットとして保険に加入しておくと良いでしょ間違いなく、困難な時期にある程度の安心感を与えてくれました。弁護士を雇ったり、法律上の助言を求める必要がありましたか？私の場合、弁護士を雇う必要はありませんでしたが、事故の状況にもよりますが、このような状況では、自分の権利と選択肢を知ることが重要です。絶対に、法的側面を理解することは役に立ちます。報酬の受け取りが困難になったり、遅れたりしたことはありますか？幸い、大きな問題や遅延は発生しませんでした。それは幸運なことです。迅速な保証は、回復と前進に役立ちます。はい、自分の癒しのプロセスに集中することができました。その事故はあなたの保険料に影響しましたか？その事故は私のせいではなかったので、私の保険料は上がらなかった。それは安心です。自分のせいではない事故が経済的に不利になるようなことはあってはならない。私も同感です。公正な保険契約を結ぶことが重要だ。保険があなたの怪我をカバーしてくれて嬉しいです。気をつけて、アンナ。ありがとう、ジョン。安全を確保し、気をつけてください。さようなら、アンナ。次回まで。健康と安全な旅をお祈りします。さようなら、ジョン。保護されて、素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン13、運転免許証を持っていますか？アンナ、運転免許証は持ってる？はい、運転免許証を持っています。免許を取得してからどのくらいになりますか？免許を取得して約5年になります。それは素晴らしいです。ライセンスを持っていると、独立性と利便性が向上します。絶対に。他の人に頼らずに、必要なところならどこへでも行くことができます。ライセンスを取得するプロセスに苦労しましたか？最初は少し大変でしたが、練習と勉強を重ねて、なんとかテストに合格しました。それは称賛に値する。運転を学ぶには献身と集中力が必要です。努力した甲斐がありました。運転は多くの機会を切り開きます。思い出に残るロードトリップや冒険をしたことはありますか？はい、友達や家族との思い出に残るロードトリップをしました。ロードトリップはとても楽しく、心に残る思い出を作ることができます。彼らは確かにそうします。新しい場所を探索し、旅を楽しむのはエキサイティングです。交通違反やチケットにあったことはありますか？幸い、交通違反もチケットも受け取っていません。それは聞いてよかった。交通規則や規制に従うことは重要です。はい、道路上のすべての人の安全にとって非常に重要です。新しいドライバーや運転を学んでいる人に何かアドバイスはありますか？定期的に練習し、集中力を保ち、常に周囲に気を配ってください。これらは責任あるドライバーになるための貴重なヒントです。また、自分自身に辛抱強く、時間をかけて自信をつけてください。それは重要です。自信は経験と練習によって生まれます。さて、乗車が必要な場合や、運転について質問がある場合は、遠慮なく質問してください。
ありがとう、アナ。感謝するよ。心に留めておくよ。どういたしまして、ジョン気をつけて安全運転をしてください。あなたもよ、アンナ。道路では安全を確保してください。とりあえずさようなら。さようなら、ジョン。旅を楽しんでください。次回まで。レッスン14、幸せな子供時代を過ごしましたか？アンナ、幸せな子供時代を過ごしましたか？はい、私は幸せな子供時代を過ごしました。それを聞くのは素晴らしい。子供時代を幸せにしたのは何ですか？私には愛情深い家族、協力的な友人、そしてたくさんの楽しい経験がありました。愛情深く支えてくれる家族がいるのは素晴らしいことです。はい、彼らは私に育む前向きな環境を提供してくれました。子供の頃のお気に入りの思い出はありますか？ああ、たくさんあります。屋外で遊んだり、家族で休暇を過ごしたり、誕生日を祝ったりするのが私のお気に入りでした。それらは大切な瞬間のように聞こえます。子供の頃の思い出は、私たちの心の中で特別な場所を占めることがよくありま絶す。対に。彼らは私たち自身を形作り、懐かしさを感じさせます。子供の頃に喜びをもたらした趣味や活動はありましたか？はい、楽器を演奏したり、本を読んだり、アートやクラフトをしたりするのが好きでした。趣味に従事することは、幸福と個人の成長の大きな源となり得ます。実際、彼らは私が自分の興味を探求し、自分自身を表現することを可能子にしてくれ供の頃、ました。親しい友情はありましたか？はい、私には親しい友人が何人かいて、たくさんの冒険をしたり笑ったりしました。友情は私たちの子供時代をさらに楽しくすることができます。間違いなく、経験を共有し、お互いを支え合う仲間を持つことは非常に貴重です。子供の頃、何か困難に直面したことはありますか？みんなと同じように、私もいくつかの課題に直面しましたが、全体として私の子供時代は幸せポな時ジティブな間だったと見通しを維思います。持できたことは印象的です。レジリエンスと愛する人たちのサポートが、どんな困難な時期でも私を助けてくれたと思います。それは貴重な視点です。支えとなる関係は大きな違いを生むことができます。絶対に。生活には強力なサポートシステムを持つことが重要です。アンナ、あなたが幸せな子供時代を過ごしたと聞いて嬉しいです。ありがとう、ジョン。思い出と経験に感謝しています。気をつけて。あなたもよ、アンナ。あなたのすべての努力における幸せと喜びを願っています。とりあえずさようなら。さようなら、ジョン。あなたの日々も幸せで満たされますように。次回まで。第15課大学在学中、普段は授業をサボっていましたか？アンナ、大学で勉強していたとき、普段授業をサボっていましたか？いいえ、大学在学中は普段授業をサボったりしませんでした。それは印象的です。定期的に出席することは学業の成功に役立つことがあります。絶対に。クラスに参加することは、教材を理解し、議論に参加するのに役立ちます。授業を欠席しなければならない状況はありましたか？病気や個人的な緊急事態などの正当な理由により、授業を欠席することがありました。不測の事態が発生する可能性があることは理解できます。
そうですね。そういう場合は、必ず教授とコミュニケーションをとり、欠席した仕事についてキャッチアップしました。授業をサボったことが学業成績に影響したことはありますか？科目の理解や成績に影響することが分かっていたので、授業をスキップすることは避けようとしました。それは責任あるアプローチです。授業の内容を把握しておくことは極めて重要です。教育を優先し、利用可能な学習機会を最大限に活用することが重要です。モチベーションを保ち、定期的に授業に出席するための戦略はありますか？ルーチンを確立し、目標を設定し、教育の長期的なメリットを思い出すことで、モチベーションを維持することができました。これらは、規律と集中力を維持するための効果的な戦略です。また、テーマに真に関心を持ち、クラスディスカッションに積極的に参加することで、授業への参加がより楽しくなりました。教材に取り組み、ディスカッションに参加することで、学習体験を向上させることができます。間違いなく。これにより、主題に対する理解とつながりが深まります。大学時代に授業を優先していたのは素晴らしいことだね、アンナ。ありがとう、ジョン。教育の機会を最大限に活用することは私にとって重要でした。アンナ、気をつけて、学びの喜びを受け入れ続けてください。とりあえずさようなら。あなたもよ、ジョン好奇心を持ち続け、学ぶことをやめないでください。さようなら、また次回まで。